取り付け完了しました。いや、めっちゃかっこいいですね。どうも、クーピーチャンネルです。今から岡山の軽キャンピング屋さんに行って愛車インディ727のホイールとタイヤを交換します。コメントの方で教えていただいたんですけど、軽キャンピングカーに最強のタイヤがあるそうです。案件ではなく自腹で購入し取り付けていただきたいと思います。この12インチのタイヤを14インチにインチアップすると走行性能が安定するそうです。14インチでも車検も大丈夫そうです。知りませんでした。今はこんな感じで車体の外にははみ出していません。これはみ出ないんでしょうか。そこも気になります。インチアップすることにより軽キャンピングカーのデメリットであるコーナーリング時のロール、左右の傾き、高速道路の風の煽りがかなり減るそうです。現状は購入した時すでに前のオーナーさんがスタビライザー前後つけている状態でした。このスタビライザーがあることにより左右への傾き軽減されるんですけど、これでも結構揺れるんですよね。自分高速道路よく乗るんで強風の日怖かったんでかなり期待してます。インチアップするとタイヤが重くなる分デメリットがあるそうなので、行きと帰り高速道路で燃費と加速性能を体感してお伝えしたいと思います。奈良から岡山まで220キロあります。あと気になるのが価格ですね。実際の購入金額お伝えします。こんな感じで車載冷蔵庫だけですね入れてるのは。このお水の方も少しだけ入ってます。この状態で燃費測ります。タイヤ交換してホイールとタイヤをここに乗せて帰っちゃうと大人1人分ぐらいの重さになると思います。なので現地で郵送してもらえるか聞いてみたいと思います。一旦満タンなど止まってからゆっくり引いて止まるまで入れました。これで帰りも同じ方法で満タンほどで計測します。トリップメーターをゼロにリセットします。はい、それでは岡山まで220キロ安全運転で行ってきます。はい、高速道路合流しました。現在80キロでもう巡航入ってます。で普段乗っていて高速道路で気になる点なんですけど、まずは加速ですね。インディ727 80キロ巡航は問題なくできるんですけど、上り坂になった時にやっぱり高速に入れて80キロ巡航してるとだんだん失速してきます。タイヤがインチアップすることによりさらに加速が鈍くなるのか体感してみたいと思います。料金所の加速ですね。一度計測をしてみたいと思います。もうベタ踏みで加速をしてみて、行きと帰りできるだけ平坦な料金所で計測してみたいと思います。そして気になるのがコーナーリング時のロールです。やっぱりキャンピングカーなんで左右に傾きやすくなります。インチアップすることによりロールが少なくなるんじゃないかなと思って期待してます。そして一番は風の煽りですね。高速道路の風で結構煽られます。高い橋とか走っていると風が強い日は左右に揺られます。あとはトラック追い越しの時による風圧の揺れです。トラックに追い越される時にぐらっと揺れます。その辺も体感してみます。はい、じゃあ料金所の加速いってみますね。今20キロまで落とします。はい、今20キロですね。ここからベタ踏みでいきます。通ってからでいきます。せーの。こういった急カーブですね。ジャンクションもそうなんですけど、このロールがすごいですね。傾く感じが。なのでかなり低速にしないと怖いですね。やっぱりこの辺がタイヤを変えることによって安定するのか楽しみです。はい、今80キロで走行してるんですけど、後ろからバスとトラックが来てます。ちょっと風の煽り体感してみます。来ましたね。やっぱり風圧が追い越される瞬間に車体がこっち側に流されますね。で追い抜かされる瞬間にまた引き寄せられます。この辺がタイヤ交換することにより
どのぐらい軽減されるのか帰り体感してみます。それでは高速降ります。岡山県の林島インターチェンジです。はい、ニュースありました。じゃあこちら入ります。はい、じゃあ同じ条件で満タン入れました。走行距離が 232.1 キロで、入ったガソリンが 14.97 は1リッターあたり 15.5 走りました。まあまあですね。で帰りも燃費調べます。これが14インチのタイヤですね。パラダ PA03 です。こっちがノーマル今外したタイヤで、これが14インチのタイヤです。ちょっと太いですね。ここはこの真上から分かりやすいですね。こっち側が14インチです。はい、取り付け完了しました。いやめっちゃかっこいいですね。色は黒とかメタリックいろいろあったんですけど、今回はこのメタリックにしました。これ横からなんですけど出てないんですね。車検も大丈夫そうです。空気圧なんですけど、お話聞いたら前が 3.2 ぐらいがいいみたいなんで 3.2 入れていただきました。後ろは 3.5 です。これで帰りの走りも検証したいと思います。すみません、赤木さんありがとうございました。ありがとうございました。パラダ PA03、はい、つけたことによってのメリットってどんなことがあるんですかね。最大なメリットは、タイヤの剛性がすごく高くなってるので、高速道路を走ってる時のコーナリングとか横風を受けた時とか、それから一般道とかかなり乗りやすくなると思います。タイヤ比べたらすごい太さ、幅も違うし、そうですね、硬さもね、違うんで、楽しみですね。で14インチにもなるのでアルミホイールが選べるんですよね。そうするとドレスアップのような感覚で乗り心地以外に見た目もメリットがあるということです。そうですね。わかりました。車検に関しては、パラダ03の場合は、14インチにアップしても、外形はほとんど変わらずに、ロードインデックスは95まで上がります。その80から95って今どれぐらいの差があるんですか。約 1.5 倍、690キロぐらいの荷重指数になりますので、シェルが重いキャンピングカーとかぴったしですね。そうですね。逆にデメリットって何がありますかね。タイヤが重たくなります。動力性能への影響というのもありますし、あとは、タイヤが太くなりますので、ロードノイズとかノーマルのタイヤよりもやや大きめになる可能性がありますのと、あとは燃費の悪化ですね。これも多少だとは思うんですが、燃費の悪化が考えられます。今までのタイヤよりも地面の凹凸とかっていうのをダイレクトに受けやすい部分はあるんですが、車検対応のスタッドレスは今のところないので、このキャンピングカーとか軽のバンに対応するのは、なのでそこはもうノーマルに戻していただくのが一番現状としてはいいんじゃないかなと思います。わかりました。今からあと奈良帰りますんで、その時に同じ条件でちょっと燃費も測って、でジャンクションのロール感とか、あとは料金所の加速ちょっと体感しようかと思ってますんで、すごい楽しみです。ぜひ感じてみてください。でちょっとお願いがあるんですけど、同じ条件でちょっと借りたいなと思ってまして、タイヤを乗せちゃうと結構1人分ぐらい重くなって後で郵送してもらうことで大丈夫です。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。お会計こちらが請求書になっております。それでは今から奈良まで帰ります。いやー楽しみです。まずは高速道路向かいます。林島インターチェンジ、今ジャンクションなんでカーブコーナリングロールを体感します。今3速です。で40キロで走ってます。ロール感やっぱり少ないですね。安定してます。地面に吸い付くような感じがします。軽キャンピングカーというか乗用車のコーナリングに近くなったような気がします。しばらく走っていて感じたことなんですけど、加速がちょっと鈍くなったような気がします。何とも言えないんですけど、また料金所でですね加速してみてタイム測ってみたいと思います。
暗くなってきました。あ、トラック来ましたね。また追い越しの煽り再開します。あ、来ましたね、風の煽り。ただかなり少なくなりました。だいぶ軽減されましたね。ノーマルの時に比べると半分ぐらいな気がします。今緩やかな上りに入りました。80キロをキープしてくれています。大丈夫そうですね。緩やかな上りでしたら80キロキープ問題なくしてくれてます。あとは途半車線があるような上り坂ですね。はい、今上りで途半車線が出ました。なのでこっちが行きます。さあこれで速度どのぐらいをしていくのか。77、76、速度の下がる速さはノーマルより速くなりましたね。行きと全く同じ途半車線じゃないので何とも言えないんですけど、体感ではそう感じました。今結構道路がですね凸凹な道のところなんですけど、衝撃が結構伝わります。合成感強くなったんで、その路面のギャップの時もろきます。この辺は違いを感じることがはっきりできると思います。いきます。はい、スタート。さあ50キロ。高速降りたらガソリン入れて燃費最後測りたいと思います。はい、満タン入りました。走行距離は 236.1 キロですね。 236.1 キロ割る入ったガソリンが 16.63 リッター、1リッターあたり 14.1 キロ走ることになります。行きよりも燃費が落ちましたね。行きと帰りは同じ道走りました。渋滞とかもほとんどなかったんで、ほぼ同じ条件だと思います。やっぱりタイヤが重くなった分、少し燃費が悪くなった可能性があります。またこれは検証していきたいと思います。はい、それでは最後に体感をまとめたいと思います。行き200キロ、最初ノーマルタイヤで行って、帰りこれインチアップして200キロ走ったので差は分かりやすかったです。一番良かった点なんですけど、風の煽りほぼ感じませんでした。トラックの追い越しの煽りは半分ぐらいになりました。これが一番大きいですね。今日の高速道路は海沿いで高い橋とかなかったんで、今度は伊勢湾岸道ですね。あそこめちゃくちゃ風強いんで走ってレビューしてみたいと思います。そしてその次に体感して良かったことがコーナリング時のロールです。高速道路のジャンクションなど急カーブかなり楽になりました。そして帰りですね、一般道を少し走ったんですけど、街の交差点楽になりました。一瞬って思いました。そのぐらい感覚が違いました。厳密に言えばロールが軽減されているわけではないそうですが、タイヤの剛性が上がったことによりロールが減った時と同じ効果がありました。コーナリング時の体への負担が減ります。デメリットなんですけど、タイヤの剛性が上がった分、路面のガタガタが少し伝わるようになりました。ノーマルの時はボヨンボヨンする感じだったんですけど、そのまま衝撃が来る感じになりました。そして次のデメリット、加速ですね。合流や料金所加速少し遅くなった気がします。もともと遅いので誤差の範囲かなと思いますが、体感上そんな感じがしました。途半車線の80キロキープの粘りが少し減ったような気がします。ノーマルでもどっちみちシュートダウンしないといけないので問題ないかなと思います。途半車線まで行かない微妙な上りはノーマルタイヤ同様80キロキープしてくれました。で最後に自分は変えて良かったのかどうか結論を言いたいと思います。今回変えてみて自分は良かったです。やはり高速道路の風の煽り軽減されたのは大きいです。かなりストレスだったので、高速道路全く乗らないんだったら変えてないかなという感じです。デメリットもあったので一概にお勧めできないですが、風の煽り気になっている方はかなり有効だと思います。一般道はコーナリング時だけ体感できると思います。はい、いかがだったでしょうか。
高速道路の安定性を求める方はあれだと思います。やっぱり横風の煽りは怖いですよね。そして今回取り付け費用込みで73,600円だったんですけど、ネットで購入すると安いそうです。これクレストビーグルさんから教えていただきました。すごく良心的ですよね。概要欄にリンク貼っておきます。取り付け自分でできる方、または遠方の方はネットで頼んで取り付けだけショップに依頼するのもありだと思います。岡山近くの方はクレストビーグルさんに行ってみてください。いろいろ詳しいお話お聞きすることができます。そしてこのタイヤで早速ワインディング車中泊行ってきました。こちらもぜひチェックよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。